こんばんは、ボスケです。今日はね、これから仙台に向かってね、旅立とうと思うんですけれど、息子が帰ってきたらね、すぐに行きます。それまでの間ね、ちょっとね、双眼鏡を紹介したいと思います。この双眼鏡をね、覚えていますでしょうか？これはね、日の出光学の英語というね、コンパクトなね、双眼鏡です。倍率ね、5倍の双眼鏡なんですよ。今回はね、この双眼鏡を旅のお供に持っていこうと思います。じゃあね、なんでね5倍の双眼鏡なんだ、もっとね倍率の高い方がで面白いんじゃないかって思う人いるかもしれないですけれど、まずね倍率の低い双眼鏡っていうのはブレない、ブレるんですけれど、ブレがね非常にね少なくて済みます。8倍だとかね、もしくはもう10倍の双眼鏡になるとブレてねしっかりとね見えないってことがあるんですが、5倍の双眼鏡はそこまでね大きくブレないので、例えばね三脚がねついていなくてもねしっかりとね物を見ることができます。あとはね非常に軽くてコンパクトっていうのもありますね。これはね打破式の双眼鏡じゃないので、ああいったものみたいにコンパクトにはならないと思われるんですけれど、何せねこれ5倍の 21mm ですのでポケットにね入っちゃいますので、そこまでね思ったほどかさばるってことはないかなとは思います。あとはね6倍 21mm の打破とかもあるんですけれど、あれよりもねやっぱり高視界ですね。視野が非常に広いっていうのも特徴にあります。ですがね、実はね私ねまだどこ行くかね決めてないんですよ。いろいろね紹介してもらってるので、紹介してもらったところ行こうとは思ってるんですけれど、何せね初めて行く場所ですので。そう私ね今まで生きてきて47都道府県あると思うんですけれど、宮城県がね最後の県なんですね。それでね今回宮城県に行きたいなと思ってたんですよ。ですのでね、私自身未踏の地をねこの双眼鏡と一緒に旅をできるっていうのはねとても嬉しく思ってます。はい、というわけで記念すべき最後の一歩、47都道府県制覇しました。これがね制覇の記念の足跡です。結局ね初めは松島に行くことにしたので、ここからね松島の風景を双眼鏡混じりでお伝えしたいと思います。
あとここからはおまけですが、双眼鏡を使うとこうしたね建築物の鑑賞にもね使えるっていうことですね。これね大崎八幡宮という国宝の桃山建築のねものなんですけれどね、装飾をね詳しく見るのにねこうした双眼鏡がとても役に立つということが分かりました。